ランドシグネチャーあるあるなので、ちょんまげを引きちぎってパクッと。ビーフですが、チキンレースのように一番美味しいと感じた焼き方です。結構辛いです。今週は温泉卵推しでした。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。グリークピタサンドイッチ1480円です。ポークギュロスがわずか4日で消えてこちらに変わりました。ピタブレッドがピタポケットになっています。ザジキソース付きでピタブレッドの形以外は原材料もカロリーも全く同じです。大きくて食べにくかったポークギュロスは4つ入りですが、こちらは5個入りです。バーガー袋もちゃんと5枚入っています。グリークとはギリシャ人、ギリシャ語という意味で、ガーリックの効いたヨーグルトソース、ザジキソースはギリシャのソースです。製造はバニラヨーグルトで有名な日本ルナです。ギリシャのファーストフードにアメリカンなプルドポークを挟むところにコストコらしさを感じます。プルドポークは低温調理でホロホロになった豚肉をほぐしてバーベキューソースで和えたものです。ザジキソースとの相性はとても良くて美味しいです。ポーキグルスとはね、ピタブレッドが食べやすい形になっただけで同じ材料なのに美味しくなったと感じるのがお料理の面白いところだと思います。1食あたりは296円なので、フードコートのバーガー類を持ち帰るよりはお得かと思います。カークランドシグネチャーアトランティックサーモン3898円から620円オフです。コストコ名物アトランティックサーモンの冷凍です。ノルウェー産です。200g 以上の個包装で7個入り、1個あたりは 468.3 円です。1個だけ変形してるし、破片も入っていますし、ちょっとね不満ではありますが、こういうのはカークランドシグネチャーあるあるなので許容範囲です。シンプルですけれども、アトランティックサーモンのムニエルを作ります。冷蔵庫にて8から10時間解凍後加熱と書いてありますが、私はレンジの解凍機能を使います。解凍しても曲がっていた部分は潰れていますが、自宅用なので問題なしです。大きいので半分に切りました。水分を拭き取ったらクレイジーソルトをかけます。少し置いてから水分を拭き取り、小麦粉をまぶします。付け合わせの野菜と一緒にグリル皿に並べ、オリーブオイルを振りかけます。焼いている間にサニーレタスをお皿に盛り、小吹き芋も作ります。じゃがいもは先週ご紹介した北カムイです。焼き上がったムニエルと付け合わせをお皿に盛り付けます。ムニエルにはお好みのソースをかけるのですけれども、今回はグリークピタサンドイッチで残ってしまったザジキソースをかけました。ザジキソースいいですね、美味しいです。ベビーキウイ1198円です。ニュージーランド産です。産毛がなくツルツルしています。皮ごと食べられる小さなキウイです。緑からだんだん赤に変わってきますが、緑でも柔らかくなっていれば食べ頃です。ちょんまげを引きちぎってパクッと一口で食べられます。切り口も可愛いので映えますね。味はキウイです。ぶどうにもね少し似てるような気がします。USDA ビーフ肩ロース3552円です。と USDA ビーフ切り落とし2784円です。どちらも同じ 100g あたり228円です。USDA チョイスとは USDA の牛肉の格付け上からプライム、チョイス、セレクトの3等級の真ん中です。ランクが低いからといってまずいわけではないです。赤身が多いほどリーズナブルです。フードセーバーを買ったばかりなので使いたくて仕方ないです。使いやすい量に分けて冷凍していきます。切り落としの方は約 300g ずつです。ドリップが上に上がってくるのでわざと大きめに袋をカットしています。
肩ロースは1枚は 150g なので3枚ずつでパックしました。味付けした場合は水分が多いので真空にはできません。ビーフですがチキンレースのようにギリギリでバキュームを止めます。そしてシールします。液体の場合キッチンペーパーを挟むなども試してみましたが真空までは無理でした。密封はできます。カヌレ 60g6 個入りが4パック1830円から400円オフです。1個あたりは 59.6 円です。賞味期限は3月17日まで約2週間ですけれども、普通は1ヶ月ぐらいはあるそうです。このパックのまま冷凍もできます。クリスマスの時にマネキンさんは蜜蝋を使った本格的カヌレっておっしゃってましたけれども、材料に蜜蝋とは書いてないですよね。フランス製です。フランス南西部ボルドー地方の伝統的なお菓子です。ラム酒が香る大人の味です。食べ方は220度のオーブンで5分から10分焼くと書いてありますけれども、焼き方によっても味が全然変わるのでいろいろ試してみました。まずは4パターンで220度に予熱したオーブンで5分、7分、10分。一番左がオーブントースター。時間が長いほど柔らかくなり、ラム酒の香りも弱くなります。食感は生麩のような、10分のは見た目も食感もうなじろうですけれども、うなる美味しさではなかったです。私の好みは7分でした。トースターは2分半ではちょっと焼き足りない気がしたので2分追加しました。消しゴムぐらいの硬さです。オーブンで焼いたものの方が圧倒的に美味しいです。でもカヌレって外側がパリッとするイメージですよね。というわけで今度は冷凍してから焼くことにしました。そして220度上段で15分です。かなり長いんですけれども冗談ではないです。焼き上がりは柔らかいですけれども、冷めたら外側はカリッと、中はもっちりです。家族全員一致でこれが一番美味しいと感じた焼き方です。うまく焼けるようになったらアレンジも。くぼみを生かしてジャムやマーマレードをのせたり、アイシングで賑やかにしたり、生クリームをトッピングするなら逆さまにした方が安定します。カップケーキっぽくなります。スープトッポギ577円です。賞味期限が近いせいですかね、948円が577円でした。知る人ぞ知る末尾77円はお買い得品の目印です。2人分が2セットで4人分ってことなんですね。お水とトッポギとスープとかやくも全部鍋に入れてから5分から7分煮るだけです。冷凍しておいたネギと白菜も入れて沸騰してから5分煮込みました。トッポギが柔らかくなったら完成です。温泉卵も落としました。中辛って書いてありましたが結構辛いです。美味しいけど私には辛い辛さだったので温泉卵をもう1個追加しました。さらにチーズを足したりね。今週のお酒は札幌桜ビールです。ファミマアプリでいただきました。コストコとは関係ないです。ラガービールは大好きですし、缶のデザインも素敵です。飲むのが楽しみでした。甘みと苦みが同時にきてしっかりしたコク、そして喉越しも後味も爽やかでとても美味しいです。おつまみは左奥からマスカルポーネロール、オーガニックケチャップとマイユ種入りマスタード、フリルレタスの上にジョンソンビルとピクルス、温泉卵、ミックスナッツ、青森県産リンゴ、ベビーキウイです。
ジョンソンビルグリラーオリジナルはスモーキーなので温泉卵もよく合います。なんか今週は温泉卵推しでした毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。